さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回はブランケットを編んでいきたいと思います。こちらのおなじみの、リサイクルポリエステル毛糸の 40% 増量の今度は色番が4番のアッシュグレーのこちらの糸を使って編んでいこうと思うんですけど、これで編んでいくだけでは面白みがないなと思ったので、同じダイソーさんのこちらのミストヤーンのちょっとダウンゾメイトのモヘアの糸を使って、2本取りにして編んでみたいと思います。材質がポリエステル 100%で1玉 35g で糸長が約140メートルになります。こちらの、使用かぎ針の目安が5号針 3.0mm になります。標準ゲージが、10センチ平方で長編みで、8段22目になっています。この糸とこちらの前回も前々回もこちらの糸を使ってますので、内容は細かくご紹介しませんが、この2本を引き揃えて7号針で編んでいこうと思います。では最後までご視聴ください。用意するものは 4.0mm の7号針とマーカー数個と糸切りばさみととじ針とマーカーになります。中から糸を出していきます。で、こちらも中から糸を出します。糸を持ってこのように針に糸をかけて糸を引き出してこれで結び目を作ります。そしたら、鎖を編んでいきます。針に糸をかけて、輪の中に針を引き出して、これで1目できました。2目、3目、4目、28目で1模様になるので、28目の倍数で、だいたい、ショールの幅が60センチ、ぐらいになるように編んでいきたいので、数えながらやっていきます。はい、作り目を98目編んできました。そしたら1段目を編んでいきます。立ち上がり鎖3目編みます。この時に一番最後の目を押さえてこのように編むと分かりやすいと思います。そしたらこの、立ち上がり鎖3目は長編みの1目分になります。最初の目は台の目になるので、飛ばして次の最後から2番目の目に長編み、この、裏山を拾う感じでいきます。このポコポコポコとしたこの横から見ると分かりやすいと思うんですけど、123でこれが台の目になるので、この目です。この目に、長編みを編みます。これで長編み2目になります。3、4、5、6。こ
の時、すいません。最初の立ち上がりの3目目。3目目に印をしといた方がわかりやすいと思います。これで2、4、6長編みを編んだことになります。そしたら鎖を2目入れて、ここの作り目を2目飛ばして、この3目目からまた長編みを今度26目編みます。1、2、3。はい、ここから26目編んできました。そしたらまた鎖を2目入れて、この作り目2目を飛ばして、またここの3目目から26目長編みを編んでいきます。はい、このように26目の長編みを1、2、3回繰り返してきました。そしたらまた2目鎖を編んで、ここ2目飛ばして、残り1、2、3、4、5、6、ちゃんと6目残っていますので、ここに長編みを6目編んで、1段目が終わります。はい。そしたら2段目、立ち上がり鎖3目編んで、これ長編み1目分になります。上地をひっくり返して、長編みを3目編みます。ここは最初の長編み1目分の目になるので、飛ばして、1、2、3目。印をしておきます。そしたらこの長編みの前段の2目分は編まない状態で、鎖を4目編みます。1、2、3、4目編んだら、この穴のところに側に針を入れて、細編みを1目編みます。そしたらまた、4目で立ち上がって、鎖4目で立ち上がって、針に糸をかけて、この2目、長編みの2目を飛ばして、この3目目から長編みを編んでいきます。なので、22目今度は編んでいきます。ここの2目とここの2目編まないので、4目長編みが減るので22目編む形になります。はい、22長編みを編んだら鎖を4目編んで、ここに側に細編みを編んで、また、鎖4目で上がります。これを繰り返していきます。2目飛ばして長編みを22目
繰り返していきます。はい、2段目の最後に来ました。鎖を4目で、編んで2目飛ばして、ここ長編みを4目で編み終わります。1、2、3で、最後この立ち上がりの鎖3目の3目目、マーカーをしたところに針を入れて長編みを編んで、これで終わります。そしたら3段目、立ち上がり鎖3目編んで、編み地をひっくり返して、3目目に、マーカーをするのを忘れてしまうので、忘れないようにしてもらって、また2目編まない形にするので、長編みをここは、最初の立ち上がりの、鎖3目の分に最初の目はなるので、ここに、2目目に長編みを編んで、またこの2目、長編みの2目は編まないので、鎖を4目、1、2、3、4目編んで、最初のこの鎖の下のここの穴のところに、針、側に入れていいと思います。細編みで留めて、で今度 5目鎖を編みます。3、4、5目編んだら、今度はこちら側の穴のところに側に針を入れて細編みで留めます。そしたらまた4目で立ち上がって、でこの2目を飛ばして、この3目目からまた長編みを編んでいきます。18目編んできました。そしたらまた2目飛ばして、鎖を4目編んだら、この2目を飛ばして、この穴のところに細編みで留めて、鎖を5目編んで、こちらの穴のところに細編みで留めます。はい。で、また4目で上がって、この2目を飛ばして、3目目から長編みを18目編んでいきます。これを繰り返していきます。はい、3段目の最後に来ました。鎖4目で立ち上がって、この2目を飛ばして、この3目目に長編みを編んで、最後はこの立ち上がり前段の鎖3目の3目目のところに長編みを1目編んで、これで3段目が終わります。そしたら4段目鎖3目で立ち上がって、編み地をひっくり返して3目目のところにマーカーをします。そしたら、この最初の目は編まずに、この長編みを編んだところの目に長編みを編みます。そしたらここの、隅のところに最初のこの鎖の最初の目にもうこの鎖の半目と裏山を
広感じでいいので、長編みを編みます。そしたら、2目めのところにも長編みを編みます。はい。そしたら鎖を4目編んで、この真ん中の5目編んだ鎖のところに細編みで留めます。ここは側に針を入れて留めればいいです。そしたらまた4目で立ち上がって、この鎖の3目目4目目のところに長編みを編み入れていきます。はい。そしたらまた18目長編みを編みます。3、はい、18目編んだら、またこの鎖のところの最初の目と次の目、ちょっと次の目は足をこの最初の目より長くして、ここ斜めになってるので、長くした方が形が整うと思います。そしたら鎖4目、1、2、3、4目で折りて、この鎖5目のところに側に針を入れて細編みで留めます。そしたら1、2、3、4目で上がって、鎖の3目目、3目目の方から足が長い感じにして、4目目が自然とちょっと短めになるように編んで、また18目長編みで編み進めていきます。はい。この編み方を繰り返し編んでいきます。4段目の最後に来ました。このように鎖を編んで細編みで留めて、鎖4目で上がって、またこの前段の鎖のところに長編みを2目編んで、で最後前段の長編みの目に長編みを編んで、最後は鎖3目の立ち上がりの3目目に長編みを編んで、これで1、2、3、4目長編みを編んで終わる形になります。5段目立ち上がり鎖3目編んで、道をひっくり返して3目目にマーカーで留めて、また同じように長編みを増やしていきます。この鎖を2目長編みを編みます。最初の目飛ばして長編みを1、2、3目編んだら、次はこの鎖の部分に長編み、次のこの目ちょっと足を気持ち長めに編んで、で、鎖を2目今度は編みます。そしたら今度はこちら側の鎖4目前段で編んだ3目目に長編み、足の長い長編み、ちょっと短い長編み編んで、で今度こちらの前段の長編みの目にそのまま長編みを編んでいきます。対照的な
2個穴が開いて、今度3個穴開いて、また2個穴開いて、今度1個。1個、2個、3個、2個、1個のこの最後の模様のところになります。ここ鎖のところ2目編んで、2、4、6、8と10目、全部で12目長編みを編んだら、ここでちょうどこの真ん中の部分になるここで鎖を2目編みます。この模様がここに来る形になります。なのでここの部分をこの5段目で編んでいきます。で2目飛ばしてまた10目長編み3、4、5、6、7、8、9、10目長編みを編んで、この鎖のところ2目長編みを編んで、鎖2目、またこの鎖4目のところの3目目と4目目に長編みを編んで、今度10目長編みを編んだら2、4、5、8、9、10、10全部で12目長編みを続けて編んだら、鎖を2目入れて2目飛ばしてまた長編み、これを繰り返していきます。5段目の最後に来ました。鎖の部分に2目長編みを編んだら4目長編みを編んで終わります。1、2、3で、最後はこのマーカーの長編みの鎖の3目目に長編みを編み入れて、これで2、4、6目編んで終わります。そしたら立ち上がり鎖3目編んで、右手を返してマーカーを入れて、今度は、この模様編みがずれてこうなるので、ここまで、長編みを編み進めます。でここは編まずに2目目から長編みを編んでいきます。そしたらこの鎖のところは長編みを2目編み入れます。このように鎖の部分を拾って編みたいと思います。で、長編みのこの2目手前まで、ここのところまで長編みを編んでいきます。立ち上がりも含めて長編み18目編んできました。鎖を4目編んで、この穴のところに側に針を入れて細編みで留めて、1、2、3、4目で上がって、この2目を飛ばしてまたこちらまで長編みを編んでいきます。編み方はこの繰り返しになるので、ちょっ
とメモしたものとかを見ながら編み進めてください。でここのところで間違ってこの編み方をしないように、前段でこの模様編みだったところはここ長編み2目を編むようにしてください。6段目最後まで編んできました。長編みをここから18目編んで終わります。最後はこの立ち上がり鎖3目の3目目に長編みを編んで終わりました。そうすると模様がまたこの間にこのように入る感じで1、2、3個入りました。ここのところは間違えないように長編み2目を編んでください。そしたら7段目1、2、3編んだらこの立ち上がりも含めて16目長編みを編んでいきます。16目編んだら2目残して、鎖4目編んで、側に細編みで留めて1、2、3、4、5編んでまた側に留めて1、2、3、4目で上がって2目飛ばして3目目から長編みでまた編んでいきます。はい、この編み方を繰り返し編んでいきます。はい、7段目を編んできました。最後は2、4、6、8、12、14、16目長編みを編んで終わります。そしたら8段目立ち上がり鎖3目で上がってたら、ここは編まずにここから長編みを編んでいきます。長編みを16目立ち上がりも含めて16目編んだらこの鎖のところ最初の目と次の目に長編みを編み入れてで鎖を4目編んでこの真ん中の鎖5目のところに細編みで留めてまた4目鎖を編んで鎖の3目目4目目に長編みを編みます。はい、このように編んでいきます。はい、8段目の最後も長編みを18目ここから編んで終わります。そしたら、9段目立ち上がり鎖3目で上がって6目立ち上がりも含めて6目長編みを編みます。ここ飛ばしてここから2、3、4、5、6目編んだら鎖を2目編み入れて1、2、2目飛ばして長編みを編みます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、
30目編んだら、鎖のところに2目長編みを編んで、2、4、ローハート、12目長編みを編んだら鎖を2目入れて、今度はこちら側の、鎖3目めのところ、4目めのところに長編みを編んで、12目、全部で12目長編みを編んでいきます。今度はここに模様があったので、模様を編んだので、今度はここに模様がこの間にできていく形になります。2、4、ローヤート12編んだら、鎖を2目入れて2目飛ばして、ここで6目長編みを編んで終わります。立ち上がり鎖3目の3目めに長編みを編んで、これで終わります。2段目から9段目を繰り返し編んでいってください。最初のこの段は一番隅になるので、この穴の部分を編まずに編んでますので、この編み方ではなくて、この2段目から9段目の編み方を繰り返していく感じになります。チャプターを見ながら編み進めてください。はい、76段まで編んできました。そしたら、模様が1、2、3、4ある4つあるところの最後のところは、最初と同じように、ここの穴が開いてないようにして編んでいきます。こちら最初の部分と、こちらからこのように編み進めたんですけど、最初も1、2、3、4つの模様のところで始まっていて、ここのところにも穴が開かないように最初のところは編んでますので、最後のところも、本当だったら、ここ長編み12目編んだら、鎖2目で穴が開く部分になるんですけど、開かないように、長編みをそのまま続けて編んでいく形になります。立ち上がり鎖3目編んで、編み地をひっくり返して長編みを3目長編み3目編んで、この鎖のところ2目長編みを編んで、全部で5目長編みを編んで、鎖2目で鎖4目のところに長編み2目、隣の目にもう一回長編み2目編んで、で、こちらまでそのまま長編みを編んでいきます。この、鎖のところの2目も含めて24目、長編みを編んできたら、この鎖のところに長編みを1目ずつ編んで、
トータルでここから26目長編みを編みました。そしたら鎖2目間に入れて、またこの鎖の4目立ち上がってるこの2目のところに長編みを1目ずつ編んで、あと24目、長編みのところは22目で、また鎖のところで2目編んで24目編み進めていきます。トータルで26目編んでいきます。これを繰り返し編んでいきます。はい、77段目の最後、いつもと同じ繰り返しのような感じで、2、4、6目長編みを編んで終わりました。そしたら、こちらの幅が66センチあります。で、この、編み進めてきた長さが、だいたい1メートルになります。はい。はい。編み終えたら、自分だけ残して糸をカットします。そしたらそのまま糸を引き出して、縁編みを編んでいきたいと思います。で、縁編みは、このグレーの一本取りで編んでいこうと思います。この針は変わらず 4mm の7号針で編んでいきます。1段目の作り目のところになります。最初の作り目の1目目のところに針を入れて糸を引き出して、で、立ち上がり鎖1目編んで、同じ今の目のところに針を入れて細編みを編みます。これ糸印をした方がマーカーをした方が分かりやすいと思うので、最初の目にマーカーをします。そしたら前目拾って、この糸端を針の上に乗せて、このように編みくるんでいきます。作り目が98目だったので、この部分細編み98目編んでいきます。で、この穴のところも目を拾って2目細編みを編んで編み進めていきます。はい、ここからずっと編んできました。そしたら、ここ立ち上がり鎖3目のところが、長編みの1目分になるので、ここの目も拾って細編みを編みます。それで、98目細編みが編まれました。そしたらここ角のところは鎖を1目編んで、もう一回同じところに、針を入れて細編みを編みます。これで角ができました。そしたら、こっからこの、立ち上がり鎖3目と長編みのところのこの穴のところに側に2目ずつ
細編みを編み入れていきます。こういう感じで2目ずつ、きつくならないようにゆったりめで細編みを編んでいきます。側にこのように穴に針を入れて2目編んだら、また隣の穴に側にこんな感じで編み入れていきます。一周ぐるーっと編んでいきたいと思います。縁編み1段目の最後に来ました。ここが、最初の目になるんですけど、ここ最初の、針を入れたところに細編みを1目編んで、鎖を1目編んだら、この最初の目に糸を引き抜きます。はい。これで1段目が編み終わりました。そしたら縁編みの2段目になります。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目から3目細編みを編みます。1、2、3。そしたら最初の目に印をしておきます。で、鎖を4目、4目編んだら2目飛ばして細編み、あともう2目細編みで3目細編み、4目鎖を編んで2目飛ばして3目細編み、これを繰り返し編んでいきます。こんな感じで編んでいきます。はい、縁編みの2段目の角のところに来ました。鎖を4目編んで細編みを3目編んだら、ちょうど角のこの鎖の部分になります。もし数が合わなくても適当に調節してください。細編み2目でもいいし4目でもいいと思います。そしたらこの鎖のところは、鎖を4目にしてここの部分を飛ばしてまた細編みの3目編んでいきます。はい。ここの、鎖の部分を飛ばすだけでまた、同じように鎖を4目編んで、次のところから細編みを3目編みました。たらまた4目、2目飛ばして細編みを3目繰り返していきます。内編みの2段目の最後に来ました。細編みを3目編んだら最後ここ、角の鎖の部分のところは、また鎖を4目編んで、最初の目に糸を引き出して、これで2段目の最後が終わりました。縁編みの3段目は、
松編み模様になります。最後の段になります。立ち上がりで鎖を3目編んだら、本当だったらこっちに進んでいくんですけど、こっちに戻る感じで、この鎖のところに側に針を入れて糸を引き抜きます。そしてここから、松編みを編んでいきます。ここの最初細編み3目2段目編みましたが、この3目の真ん中に針を入れて、長編みを編んだら2目鎖を編んで、目のこの頭の目のこの鎖になってるこことここの1本を針入れて糸を引き出してピコットを作ります。もう一回編みます。細編みの2目のところ同じ目に針を入れて長編みを編んだら鎖を2目編んで、ここの1本とこの1本を拾って糸を引き抜きます。こうするとこのポコッとピコットができます。もう一回長編み編んだら鎖を2目入れて、この目の頭のところ2本ところに針を入れて糸を引き抜きます。最後もう一回長編み編んで鎖2目、こちらから糸を引き抜いて、これで4目長編みピコット入りの長編みが編めました。そしたら、この鎖4目のところに側に針を入れて細編みで留めます。はい。細編み3目の真ん中、長編みピコットこの、長編みを4目細編みの真ん中に編み入れて、はい、1、2、3、4目編んだら鎖のところに細編みで留めます。これを繰り返していきます。縁編みの3段目の最後に来ました。ぐるっと一周編んできました。で最後、このピコット入りの長編み4目を編んだら、この鎖4目とこの最初の立ち上がり鎖3目のこの、引き抜いたところのここの穴の部分に針を入れて、そのまま糸を引き抜いて、これで、終わりたいと思います。糸始末分だけ糸を引き出してカットします。はい。そしたら、裏側の方に糸始末をします。このまま適当に縫い付けて適当に縫い付けて糸をカットします。
はい、このように出来上がりました。はい、こんな感じで出来上がりました。で、内編みがだいたい 2.5 センチなので、両方上と下と合わせると長さがだいたい1メーター5センチぐらい、幅が70センチぐらいになります。毛糸は、ポリエステル毛糸の方が1、2、3、4、4玉使用しました。使ったのは3玉と、約半分ぐらいなので、350g ぐらい使用しました。でこっちのミストヤーンの方は1、2、3、4、5、5玉使用しました。1玉 35g あったので、この最後の5玉目は、3分の2ぐらい使用したので、全部でだいたい 170g ぐらい使用しました。なので両方でだいたい 500g ちょっとの重さになります。こっちが長さの方で、こちらが幅の方になるんですけど、ここのところにボタンを2つとか3つとかつけて、また対角線上のこちら側の角に同じように3つぐらいボタンをつけると、マーガレットやショールとして使えると思うので、ぜひ縫い付けてみてください。では最後に映像をご覧ください。はい、こんな感じで綺麗に模様編みが編めたと思います。ミストヤーンのこの段染めの感じも面白く出ていると思います。ボタンもちょっとこの対角線上につけてマーガレットになるようにしました。では少し羽織ってみたいと思います。こんな感じでマーガレットになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。ありがとうございました。